でもここで火を切るんですけど、茹で汁を加えるとこのオイルベースのソースができるので、これに最後パスタをあえて、ちょっとこの焦がしたニュアンスのですねパスタが本当に美味しいんですよね。はい、こんにちは、シェフのファビオです。今日はアーリオ料理を作っていきます。はい、それでは材料紹介です。スパゲッティーニ、ニンニク、唐辛子、イタリアンパセリ、ホールトマト、塩、オリーブオイルです。はい、それでは今日はペペロンチーノシリーズということで、新作のアーリオオーリオペペロンチーノを作っていきます。で、今日作るアーリオオーリオはですね、老舗のイタリア料理店というか炒飯屋のペペロンチーノっていう感じで、僕もですね昔教わった作り方なんですけど、なんと焦がして作るペペロンチーノです。で、基本的なこのアーリオオーリオペペロンチーノっていうのは材料が本当にシンプルだと思います。ニンニクと唐辛子とイタリアンパセリとオリーブオイルが基本的で和えたパスタっていう感じになると思うんですけど、皆さんお家でアーリオオリオペペロンチーノ作る時になんか味が決まんなかったりとか、正解ってこれなのってちょっと疑問に思う方も多いと思うんですよね。なので今日はアーリオオリオペペロンチーノのシンプルな味わいも楽しみつつ、そこにですね味変のトッピングとして絶品のトマトソースをですねつけたような作り方で、これから早速作っていきます。でまずはですね、基本のアーリオオリオペペロンチーノのトッピングとして味変で加えていくソースにしていきたいので、ホールトマトにして果肉感をしっかり出した凝縮したトマトソースにしていきたいので、ニンニクは加熱する直前にすりおろしでこの後使っていきます。では基本的なこのアーリオオリオペペロンチーノの材料です。ニンニク、唐辛子、やっぱり昔はですねこのでかい鷹の爪でやると思うので、今日はこのまま使っていきます。であとはイタリアンパセリはですね、板パセがあればいいんですけど、なかったらパセリでも大丈夫です。で今日はニンニクは炒めし屋って感じにしたいので、半割りにして中の芯を抜いてスライスにしていきます。で唐辛子はそのままで、イタリアンパセリはいつも通り粗く刻んでおきます。はい、まずはですねニンニクのすりおろしを加えます。これは今日この濃縮ソースかなりパンチを出していきたいので、すりおろしニンニクです。ですりおろし入ったらオリーブオイルを加えて、ここで弱火でですねじっくりと加熱していきます。ですりおろしニンニクとかをするとこの端の部分が出るので、そういうこの端の部分はパスタのオイルのソースの方に加えていきます。ですりおろしのニンニクは、メリットとしては普通のみじん切りとかに比べてさらにパンチを出せます。でもその反面ですね、すりおろしたことによってこのフライパンにニンニクが当たりやすくなるので、弱火で加熱しながらもですね混ぜながらやると、ニンニクが焦げつかないでしっかりとニンニクの香りを出したオイルが抽出できます。でふつふつするのも早いんですね。でふつふつしてきたらもう今日は弱火でじっくりとずっと色づくまでですね香りを引き出していきます。でニンニクが軽くなってきつね色のベースがしっかりできました。そしたらホールトマトが入ります。今日これの大事なことはトマトソースなんですけど、あくまでもパスタにトッピングのペーストとして加えていきたいので、量もこれ 100g ぐらいです。 100g ぐらいで、まだこれトマト崩してません。で崩してももうほんと軽く果肉が残る状態で混ざったら、一つまみ塩をして、もうこれでパスタが茹で上がるまでですねコトコト煮込むだけです。そしたら水分が飛んでですね凝縮ペーストができるので、それがですねパスタに混ぜるだけで本当に美味しいので、僕弱火のまま炊いておきます。はい、それではですねトマトソース作りながらパスタを茹でていきます。で今日はですねオイルベースのシンプルなパスタ料理になるので、お湯の中には2リットルに対して 30g の塩が入った中でブロンズタイプのザラザラの 1.7mm のパスタを茹でていきます。今日のこの焦がしたアーリオオーリオのソースはですね、なんとソースが3分ぐらいで完成してしまうんですけど、ちょっと瞬間芸的なソースにもなってくるので、失敗しやすいソースではあるんですけど、料理好きにとってはですねまたハマってしまう要素がたくさんあるこのパスタソースになります。
今まで僕の動画を見てくれていた視聴者さんたちはですね、パスタ作る時にニンニクはじっくりと5、6分時間をかけて抽出してっていう作り方でやってくれてる方が多いんじゃないかなと思います。他にも僕のアリオオリオだったらクリームベースでブレンダーで回した作り方だったりとか、あとオイルベースの基本の作り方だったりとかで、今回の焦がしたアリオオリオの作り方ですね、いろんな作り方があるんですけど、どれも正解不正解ってことではなくてですね、考え方とかアプローチを変えればいろんなこの調理法っていうのは生まれるものなので、今回のこの焦がしたペペロンチーノもですね、ぜひ習得してみてください。はい、あとはオリーブオイルで、最初にこの鷹の爪入ります。でここから強火で加熱してください。でさっきのこのトマトソースなんですけど、これぐらい煮詰まった状態、これでもうペーストがもうこの果肉感が出たこんな感じのソースです。はい、それで今ふつふつ唐辛子が鳴ってきたらちょっと返します。そうしたら見てください、唐辛子焦げてます。これぐらいまで加熱して、で煙もちょっと上がってる。そしたらここでニンニクが入ります。でここで一気にフライパンをこう回しながらニンニクチップを作ります。そうするとですね、この湯気とともに唐辛子の辛みとニンニクのパンチの香りが立ち上ってきます。で完全にきつね色、唐辛子は焦げてる、ニンニクはきつね色作れました。そしたらイタリアンパセリで温度を下げる。そして茹で汁がでもここで火を切るんですけど、茹で汁を加えるとこのブラウンソースが、オイルベースのソースができるので、これに最後パスタをあえて仕上げていきます。で今ここで短時間でニンニクチップのこの焦がした状態と唐辛子もこの黒くして辛みも出したので、ここでパスタをあえるとですね、何とも言えないやみつきになる、ちょっとこの焦がしたニュアンスのですねパスタが本当に美味しいんですよね。でもこれであっという間にストロングなソースができたので、麺の茹で上がりを待ちます。で最後にパスタを加えて、あとはもうこのソースをですねパスタに和えるだけです。そうするともういい感じにですね麺にソースが絡んだので盛り付け入ります。はい、これで焦がしたアーリオオリオペペロンチーノの完成です。はい、それではいただきます。ちょっと匂いが伝わらないんですけども、スタジオ中すごいニンニクと唐辛子の香りがすごいんですよ。皆さんこのペペロンチーノはですね、昔からあるっちゃあるんですけど、作ったことがない人からしたらすごい新鮮なお味なのかなと思います。でも味は本当になんかやみつきになるニンニクのしっかりとしたパンチとですね辛みが効いてて本当に美味しいです。だからこのパスタ料理だけでも美味しいです。でシンプルなのを楽しみつつですね、この果肉の濃縮ソースを加えてこうちょっと混ぜながら食べるとですね、またもう要は要素的にはアラビアータみたいなもんなので、これがですねもう当たり前に旨味が加わるんで本当に美味しいです。はい、ごちそうさまです。今日のアリオーリオなんですけど、また新しいパスタ作りの楽しみがたくさん詰まったレシピになっているので、よかったら作ってみてください。
はい、いつもコメントありがとうございます。楽しみに拝見させていただいてます。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。